皆さんこんにちは。ゴールデンウィーク直前に上司からたんまりと仕事を振られてうんざりしている投資家カモオラレです。さて今回の動画のテーマですけれども、以前ご紹介した PBR1 倍割れの問題について、これを改善しろ、その方策として大きく道は2つ。そのうちの一つ、自社株買いについて、今回データ分析を行いたいと思います。概要欄に以前ご紹介した前編の動画をリンクしておきます。よろしければ先にそちらをご覧いただければと思いますけれども、大きく分けて2つの道、1つは ROE を上げる、もう1つは自社株買いを行って発行済み株式数を下げるということですけれども、自社株を買うにあたっては当然お金も必要となってくる。そういった経営環境を踏まえて自社株買いが実際にできるかどうか、今ちょうど決算シーズンに入っていますので、最も自社株買いが発表される企業数が多い5月、このシーズンに入る前にぜひこちらの動画をご参考にしていただければと思います。よろしければ今回も最後までお付き合いください。それではまず PBR1 倍割れの問題について、東証がテコ入れを行っているというお話。こちらのスライドは前回の動画でも用いましたけれども、PBR1 倍割れの銘柄に対して企業に何らかの改善策を求めていく。そして継続的に東証に対してどのように改善するかを報告しろというような強力なテコ入れ。これには海外投資家も PBR が1倍を割れている銘柄に対してですね、注目が集まる。最近では投資の神様バフェットも新たな日本企業の投資先を探すと言っていますけれども、PBR1 倍割れというのはこちらイラストでご紹介しているように、仮にですね、今企業が足元で解散して残る資産、そこから負債を返却して残される純資産の価値が株価の時価総額を上回っている。つまり企業の将来の収益に対して株価に全く織り込まれてないも同然の状態と言っても過言ではない。こういった銘柄たちが PBR1 倍を下回っている。欧米の企業と比べて日本の企業は突出して PBR1 倍以下の銘柄が多いという状況です。PBR という指標は計算式で表すと、企業全体から見たときには株主資本分の時価総額ということで、株主から見た場合にはそれぞれ発行済み株式数で割って分母が1株当たりの純資産、分子が株価というような式、こちらが一般的かと思います。概要欄にリンクしております前編の動画では PBR を上げるために時価総額を上げるか株主資本を下げるか、このようなお話をいたしました。時価総額を上げるためには当然株価を上げる。そのためには収益を上げていかなければいけませんけれども、その時に注目される指標としては ROE がありますよというお話でした。一方で株主資本を下げるためには、すでに発行している株式数、そのうち企業が手元に余っているお金を使っていくらか自社株買いを行う。これによって株主資本の絶対量が減りますし、自社株買いを交換して株価が上昇するということも期待できます。PBR を改善するには大きくこの2つの道がありますけれども、今回ご紹介するのは自社株買いの方ですね。どのような銘柄が自社株買いを行ってきそうか。例えばソフトバンクグループのように毎年どころか四半期ごとの決算でも自社株買いをどんどんと発表している銘柄については、すでにマーケットでも予想されている。自社株買いを発表しても、まあそうだよねというような反応しか得られないような銘柄ではなく、昨今の東証 PBR 改善の強力テコ入れに影響されてサプライズで発表されそうな銘柄というのを探していきたいと思います。それでは具体的な銘柄を分析していきたいんですけれども、どのようにデータ分析を行うか、まずはご紹介したいと思います。今回発掘する銘柄については大きく3つの条件を考慮していきたいと考えています。まず1つ目、先ほど申し上げたように流通している自社株を買い入れるということなので、当然それを調達するためのキャッシュが必要になってきます。これが潤沢にあること。さらには安定したキャッシュフローという側面で継続的に利益が上げられている企業というのが条件の一つ目。そして二つ目の条件に関してはデータ分析の手法という面ですけれども、業種ごとに考えていきたいということですね。この点については次のスライドからもう少し詳しくご説明したいと思います。最後3つ目の条件に関しては過去の自社株買いをどれくらい行っているか。先ほども申し上げた通り毎年行っているような企業だとあまりサプライズはないですし、逆に過去1回も自社株買いを行っていない企業が仮にですね、自社株買いを発表したらサプライズにはなりますけれども、そもそもそれが決定される確率というのは実績がないので、あまり期待値としては高くないのかなというところで、3つ目の条件、過去の実績というのは間を取るという意味では条件設定に好みが分かれてくるところかもしれません。
2つ目の条件、データ分析の手法について業種ごとに分けて分析するというお話。なぜそのような作業が必要かと申しますと、例えば様々な業種がある中で、全て一緒くたに横比較で分析を行ってしまうと、どういった問題が生じるか。例えば、今回のように手元のキャッシュが多く残されている企業、これを業種、すべて横断的に一律比較すると、おそらくトップに入ってくるのは金融業、銀行の銘柄のどれかかと思われます。同じく2番目も銀行の銘柄のどれか、3番目も銀行、4番目も銀行、そんな風にランキングが並んでくるかと思いますけれども、当然、キャッシュが手元に多く余っている企業、銘柄を業種関係なく横断的に分析すれば、お金の貸し借りを司っている銀行が当然手元のキャッシュは多く余っているという結果になるのは皆さんも容易に想像がつくかと思います。業種ごとの業態、経営形態によって現金の方の比較が公平にできない。例えば金融業とサービス業で現金が多いか少ないかを一律に比較するのは、その業種の経営形態によって手元に残すべき水準というのが違ってくるので、このような比較の仕方というのは適していないということですね。ではどのように分析するかと言いますと、先にですね、業種ごとに区切ってその中に属する銘柄たちだけで横断的に比較をします。そうするとどのような結果が得られるか。それぞれの業種に属する銘柄がいくつかあると思いますけれども、例えば金融業の中でキャッシュが多めだね、少なめだねというような銘柄がランクされる。同じく製造業でも銘柄ごとにキャッシュが多めだね、少なめだねというランキングが付けられる。例えば通信業でもランキングが付けられる。それぞれの業種についてランキングを付けた後に、業種内で標準化された数値を横比較する。これによって業種ごとの経営形態、これを加味したキャッシュの水準感、多い少ないというのが比較できるようになるわけです。それでは今ご紹介したデータ分析の手法を踏まえながら、キャッシュが多い企業というのを見ていただきますと、こちら。条件設定としてはまず PBR が1倍以下の銘柄、その横は ROE、キャップというのが時価総額億円単位となっています。その横のキャッシュ、手元の現金同等物、どれくらい保有しているかというのも億円の単位。時価総額に対して手元の資金がどれくらいあるかというのを割合で計算したパーセントのデータ。そしてそのデータを先ほどお話しした業種ごとの分析。これを行った後に全体で並べ替えを行ったのがこちらのデータとなります。難しい方は業種ごとにキャッシュが多いか少ないかを点数化したデータと捉えていただければと思います。そうすると一番上はホクホクフィナンシャルグループということで、業種ごとに分析しても1位は金融業になっているではないかと思われるかもしれないんですけれども、この時価総額に対する現金の保有割合 3141% というのは全体で大きいという意味ではなく、金融業の中で比較してもかなりお金を余らしすぎているという意味合いです。ですので、上位にはその他の銘柄、V テクノロジー、能率工機、日本製紙といった銘柄もキャッシュが業種の中で多く余らしている方のリストとして上がってきています。その他にも上位の銘柄、順番にご覧いただきますと、このように並んでいますけれども、例えば先ほども申し上げたソフトバンクグループ、頻繁に自社株買いを行っていますけれども、やはりそれほどの自社株買いを行えるだけのキャッシュが手元にジャブジャブと残っているのがランキング入りしている理由としては納得ですね。さらには下から3番目、日本郵政。こちらに関しては金融業なので、キャッシュが多く余っていること自体は違和感ないですけれども、ちょうど1ヶ月前に行われたゆうちょ銀行株の売り出し。このゆうちょ銀行株を売ったのは日本郵政ですので、それを売り払った分のお金が今ジャブジャブと手元に残っているはず。これを自社株買いに当てるのではないかと一部で予想されているというか、強く期待されているようです。ただ、ご覧いただいているデータは PBR1 倍割れのキャッシュが多く余っている銘柄というだけですので、ここにさらに過去の実績というのを加味してご紹介したいわけです。日本郵政のように自社株買いが強く期待されている銘柄というのは、自社株買いが発表されて、ちょっと上がるかなぐらいで発表されなかったら、なんでやらへんねんという風に株価はドカンと下がる。そのような期待値の低い銘柄というのはデータ分析ではあまり求めていないわけです。ということで、ここのデータにさらに2つ右に過去の実績のデータを載せたいと思います。右側2つのデータは直近自社株買いを発表した年、そして今2023年ですので何年前かというのを単純に引き算した数値となっています。例えば一番上 V テクノロジーだと
2018年に直近自社株買いを発表していて、それは5年前という意味合いですね。そして今回のデータも同じく PBR が1倍割れの銘柄、そして新たに ROE のデータには 8% という条件設定をつけています。先ほど少し触れましたけれども、自社株買いに充てるお金がある、それだけの余裕を生み出す一つの要因として安定的な利益水準が得られているということ。これを加味するために ROE の 8% という健全な収益体質が出来上がっているという意味合いでの条件設定です。そして同じく時価総額とキャッシュ、その割合ですね。そして新たに右側につけた直近の自社株買いの発表年。ここに対する条件設定としては、間を取るということで、好みが分かれますけれども、今回は2年から9年前に一度自社株買いを行っている銘柄としています。10年以上前の自社株買いだと、あまり自社株買いに対して企業は積極的に考えていないのかなということですし、逆に毎年のように自社株買いを行っているソフトバンクグループのような銘柄だと、マーケットが自社株買いを期待している、それありきでの株価となっている銘柄については避けたいということで、間の2年から9年というのを取っています。この条件設定の上で、キャッシュが業種ごとに多いか少ないかのスコア、ここの列で並べ替えを行いますと、ご覧いただいているように V テクノロジー、暁、プレサンスコーポレーションといった銘柄が並んでいます。時価総額あんまり大きくない銘柄が上位3つ並んでいますけれども、大きいものですと5番目の SBI ホールディングス。過去の実績は2019年と4年前ですので、そろそろ次の自社株買いを発表してもおかしくはないような時間が経っている一方で、マーケットではそこまで期待されていないような銘柄ではないでしょうか。またご覧いただいている一番下、大和工業。ここも大きい銘柄としては、直近の自社株買い2年前、2021年ということで、2年ということですと、マーケットでもそれなりに期待されている向きがあるかもしれません。ランキングを順番にスクロールしていきますと、ご覧のように、業種別のキャッシュのスコア0以上の銘柄だけを順番にスクロールしていきますと、こちらご覧いただいているリストとなっています。SBI ホールディングスの次に大型株として注目なのが、下から4番目の日本ハム、内需の銘柄ということで、比較的安定している業種ですけれども、PBR は 0.84 倍。一方で ROE は 10.53 とかなり良好な割合を記録しています。そんな中で PBR1 倍割れ改善しようと思ったら、手元に余っているキャッシュを使っていくというのも考えられる一手。スコア自体は 0.09 となっていますので、そこまでキャッシュジャブジャブに余っていますよという状態ではないですけれども、過去の実績としては、直近2019年4年前に一度自社株買いを行っているということで、今回東証に促されて新たに考えてくるかもしれません。こちらのリストの中に皆さんが自社株買いを期待するような銘柄は入っていましたでしょうか。最後にもう一つ参考程度にご覧いただきたいデータがこちら。最初に申し上げ忘れましたが、今回の大元のデータ分析の対象トピックスの時価総額上位1000銘柄で行っていますけれども、その中でわずか12銘柄しか抽出されないリスト。こちらはどういった銘柄かと言いますと、PBR が1倍を割れているにもかかわらず、キャッシュと時価総額の比率を計算したときに、かなりキャッシュが余っている。そして直近の自社株買いの実績がない、これまで自社株買いを全く行ってこなかった銘柄たちですね。業種の中では比較的キャッシュがジャブジャブ余っているにもかかわらず、今まで自社株買いを行ってこなかったので、マーケットではそこまで期待されていない自社株買いに対する積極的な姿勢も見られないということで、万が一発表されたらかなりサプライズになるのではないかという銘柄たちですね。キャッシュが多いスコア順に並べていますけれども、ランキング上から並んだ銘柄は日本製紙、住友化学、新電源工業と並んでいます。先ほど自社株買いを行うにはお金が必要なので、キャッシュフローが安定している銘柄、ROE の水準が高位に保たれている銘柄という条件をつけましたけれども、そういった意味では住友化学や新電源工業の 10% 超え、中ほどの金松、関東電化工業は14% ですけれども PBR ほぼ1倍ですので、あえて自社株買いを行う必要はないでしょう。ROE8.5% ですけれども、日本軽金属ホールディングスなども初めての自社株買いには面白い銘柄かもしれません。ということで今回は東証 PBR 問題の改善について手っ取り早く自社株買いを行うことで問題を乗り切れそうな銘柄、さらにはマーケットでのサプライズ度合いも考慮しての銘柄分析を行ってみました。少しでも皆さんの参考になれば幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。